今日はプルサミニのベルトテンション調整の仕方について解説するのだ。アルファ版の 5.1 アップデート後に X キャリッジがぶつかる不具合はこのベルト調整で解消する場合があるらしいので要チェックなのだ。ちなみにこのミニは X 軸のベルト調整が簡単にできるモッドを入れているのだ。まず調整のためには X キャリッジを右端へと移動させるのだ。これまでベルト調整をするにはペット G でテンションメーターをプリントする必要があったのだ。こんな風に下側のベルトに挟んでメモリのミンとマックスの間にバーが来るように調整していたのだ。これはこれで分かりやすいけどプルサメントペット G が基準なのでよそのペット G だといまいち正確さに欠けるらしいんだよね。そこで新しく出たのはスマホを使う方法。プルサのオフィシャルサイトで計測できるようになったのだ。これが出た時はミニ用のはなかったんだけれど最近できるようになったんだよね。Chrome ではうまく動かなかったからサファリでやってほしいのだ。ベルトを指で弾いた時の周波数でわかるんだって。ボロンを使ってる人がこうやって調整してた気がするのだ。やり方は下側のベルトを指で何度も上に弾く。ちょっと低いからネジを締めてベルトテンションを上げるのだ。今度は気持ち高いかな。ジャストライトの表示が多く出るように微調整を続けよう。このモッドは公開されていたものをベースにリミックスしたんだけどネジ山がもう少し細かい方が調整しやすいのかもしれないね。ペット G で作るアナログ方式の方が目で見ながら調整できるのでやりやすいのだ。こんなところで良いかな。次は Y 軸の調整をしよう。スマホの画面で Y 軸用のページに行くのだ。Y 軸も下側のベルトを上に向かって弾く。反応していないのか数字が変わらない時があってちょっと分かりにくかったのだ。できるだけベルトの真ん中を弾くのだ。X 軸も Y 軸も下側のベルトで測るのは上側のベルトでベッドや X キャリッジと固定しているからなのだ。こんな風にまたジャストライトの表示が多く出るように調整できれば完了なのだ。またテンションメーターでも測ってみよう。下側のベルトの真ん中に引っ掛けるのだ。ベルトをひねるとテンションがかかっちゃうんだけどこっちのメーターでもほぼほぼ良いところに来ているのだ。今回改めて測り比べてみた結果アナログのテンションメーターも結構正確な値を示していたことが分かったのだ。このプリントデータは概要欄にリンクを貼っておくのでペット G を持っている人は一度プリントしてみると良いと思うのだ。測る手段が増えて簡単な構成ができたり好きな方を選べるようになったことは素直に嬉しいのだ。でもまあ表示が合っているなら目で見ながら調整できるペット G のテンションメーターが手軽で使いやすいかな。それではこの動画が参考になった人は高評価やチャンネル登録よろしくなのだ。